おはようございます。本日は福岡県福岡市に来ています。ここは博多駅すぐ近くの博多バスターミナル。朝からバスがひっきりなしに行ったり来たりしているんですが、本日はここからバスに乗って熊本県阿蘇地方にある黒川温泉へ行こうと思います。黒川温泉へはこの博多からも行けるのですが、熊本駅方面からもバスが出ています。ただ私が調べたところ、博多から行く方が近かったですし、関東地方からのアクセスも考えて行きは博多駅から行くことにしました。今回私の乗る黒川温泉行きは高速バスですので3回です。博多バスターミナル非常に便利で、このように九州各方面へ高速バスが出ています。黒川温泉は34系統、出発時刻の6分前に着きましたが、まだバスは来ていませんでした。しかしかなり多くのお客さんが待っています。それではちょっとバス乗っていきます。はい、ということでミニバスで連れてきてもらいました。本日の宿、やまびこ旅館さんです。非常にいい雰囲気のエントランス玄関ですね。朝一で博多出てきたのでまだ12時45分です。チェックインは3時とのことですので、しばらくちょっと温泉街をブラブラしてみようかな。この旅館の先ほどの正面エントランスとは別の出口からまっすぐ行けば温泉街に出られるそうです。黒川温泉っていうのはこの田の原川の渓流沿いの非常に風情のある温泉地なんですが、その特徴の一つが、こちらですね。ちょっと原料が分かんない竹か何かかな、こういう丸いものがあるんですけど、これが冬の間夜光るんですね。でこれがまたいい景色だということでフォトジェニックとして有名です。こっちが温泉街側の出入り口ですね。で今もすれ違ったんですけど、黒川温泉のもう一つの特徴として、各旅館のお風呂を日帰り巡りみたいな感じで行けるんですよ。宿泊客以外でも。それでこうやって千人風呂入れますよっていう案内があります。で確か各旅館のお風呂入るのに1回500円だったかな。で3回セットの温泉手形みたいなのも販売しているといいます。やまびこ旅館さんの外観はこんな感じです。黒川温泉街の温泉旅館はどこも非常に景観を意識しているので、多分建築の基準みたいなのがあって、どの旅館もこういった和の雰囲気になっています。猫がいました。首輪があるからどこかの飼い猫なのかな。人間が近寄っても全然逃げません。慣れてるんでしょうね。おそらくこの辺りがまだ中心地じゃないっていうのもあると思うんですが、いい意味であんまり温泉地っぽくないというか、ちょっと田舎っぽい雰囲気があります。でこれは結構狙っていることらしくて、もともと黒川温泉は戦後ぐらいに一旦流行ったんですけど、すぐにブームがついちゃったんですね。ただそんな中でも新名館という旅館だけは唯一大繁盛していたそうなんですよ。新名館の後藤哲也さんという方は、人々は温泉街に何を求めているのか、それは癒しだということで、今でいうマーケティングですよね。もう十何年もかけて新名館の岩を掘って、洞窟風呂っていう名物を生み出したんですよ。でそれめがけて人々が集まって、で他の旅館も新名館さんやるなと、見習わなきゃということで、他の旅館もこのように、今ではそれぞれいい雰囲気の露天風呂を持って黒川温泉全体で盛り上げていこうということでやっているみたいです。ただ黒川温泉の発祥自体はもうだいぶ前のことらしいんですが、特に具体的な年数は書いてなく、昔々とそういう風に表現されています。あとは黒川温泉のキャッチフレーズとして、街全体が一つの宿、通りは廊下、
旅館は客室、こういうことを掲げてるんですね。要は一つの旅館だけがうちだけが儲かればいいってんじゃなくて、もう各旅館でお風呂も共有して町全体で成長していきましょうねと、そういうふうなことを半世紀前よりもうちょい前ぐらいかな決めて、今では非常に九州でも有数の観光名所となっています。今この映像だとあんまり人が映ってないように見えるんですけど、あんま人が映ってる場面では撮影してないっていうのと、まだ時間が早いので今後夕方になるにつれどっと人増えてくると思います。あとはやっぱ九州ということもあって韓国人の方が非常に多いなという印象です。朝8時に博多の東横インでおにぎりを食べて以降何も口にしていないので、何かお昼ご飯でも食べようかなと思っていい食堂を見つけたんですけど、なんと本日天休日、手軽に食べられそうな馬肉まんっていうのを見つけて美味しそうと思ったんですけど、なんと本日販売いたしません。いやー、なかなかお昼ご飯にありつけませんね。いい匂いを放っているうなぎ屋がありましたけど、うなぎは高いしここも結構並んでそうだから諦めるかな。今度は日だまりの家というカフェがあったんですけど、なんとこっちも仕込み中。黒川温泉来る方は熊本もしくは福岡、自動車の方はその道中でお昼ご飯は済ましてきた方が無難かもしれません。入浴手形はこちらの観光案内所で買えるみたいです。3回あたり1500円ということは1回あたり500円ですので、普通に一軒一軒回るのと金額では変わらないんですけど、この木の板がいい思い出になるんじゃないかなと思います。ようやく空いてるお店見つけました。豆腐料理吉兆というお店です。豆腐定食とか、非常に興味はあるんですけど、どうやらお店の中で待っている方もいるらしいので、こちらのなんていうか離れっていうか出店っていうか、ここでコロッケ売ってたんでそれを買いました。1個230円です。金賞コロッケって言って、なんかじゃがいもと牛肉を混ぜたコロッケだそうです。じゃあいただきます。衣に胡椒が振ってあって非常に美味しいです。素朴な味わい、じゃがいもも美味しいですし、ただもうちょい熱々だったらより嬉しかったなっていう、そういう正直な感想です。それではまだ山彦旅館さんのチェックインまで時間がありますので、黒川温泉が今日の大人気観光地となったきっかけを作った山の宿新名館の温泉入ってみようと思います。受付してきました。500円と、あとタオルが宿泊客以外はないので、この300円でタオル購入しました。いや、名物の洞窟風呂、どんな感じなんだろう、ワクワクするな。こっちが洞窟風呂で、こっちが岩戸風呂、2つあるんですね。すごい、もうこの周辺の温泉がもうドバドバ出てますよ。いやー、これは湯量も豊富なんじゃないでしょうか。熱っこれ触らない方がいいですね。まさに危険です。新名館の温泉入ってきました。泉質は無色透明のナトリウム塩化物硫酸塩泉とのことで、調べてみたらですね、火山ガスに由来する温泉とのことで、おそらくこの辺り阿蘇が近いので、その火山関係のそういう特性を持った温泉なのかなという感じがしますね。で、効果としては保温効果があってですね、もう上がってから15分ぐらい経ってるんですけど、外にいても非常にポカポカしています。確かにこれはね、あったかいですよ。さて、まだ3時少し前ですが、ちょっと早めに山彦旅館へ行っておこうと思います。山彦旅館さんには犬と泊まれるお部屋もあるんですね。愛犬家大歓喜。私が入った新名館以外にもお風呂入れる旅館、こんなにたくさんあります。今回お世話になる山彦旅館さんは、黒川温泉田野原川沿いに位置する温泉旅館で、6種類の貸し切り風呂と大浴場、日帰り利用も可能な2つの露天風呂が楽しめます。それでいて客室数がそれほど多いわけではないので、ゆったりと過ごすことができるそうです。またお子様や犬を連れての宿泊も可能ですので、家族揃ってまったりと素敵な思い出が作れそうですね。アクセスは私と同じように熊本や福岡からバスに乗り、黒川温泉のバス停から送迎していただくこともできますし、駐車場が広いのでレンタカーや自家用車で阿蘇観光も兼ねて訪れるのもおすすめです。私は一人で来てたのでやりませんが、卓球場もあります。あと漫画コーナーですね。結局2時45分ぐらいからチェックインの手続きを始めていただき、もう3時にはお部屋に入れました。本日はボタンのお部屋です。こちらに1泊
黒川温泉山彦旅館さんですね。お部屋でチェックインの手続きをしたので、もう一度私はお部屋に入ってるんですけど、びっくりしましたよ、あまりの広さに。まずこれあるじゃないですか、普通に。でベッドがなんと2つ、すごい、ツインルームみたいな感じですよね。しかもただのツインルームじゃなくてめちゃくちゃ広い。いやーびっくりしました、こんなに広いお部屋だとは。で山彦旅館さんっていかにも古風な名前なんですけど、多分、改装とかもやってるので設備もめちゃくちゃ新しいですし、お部屋も綺麗、すごいな。いや本当に一人で泊まるにはもったいないお部屋です。ベッドもふかふか、さらになんとベッドから見える位置にもう一台メインのテレビとは別にあるんですよ、テレビが。であそこには長椅子のスペースもあるし、もう空間の使い方が贅沢です。いやすごいな。ちなみにお値段は本日大人1泊3万5,000円です。そうでしょうねって感じの妥当なお値段ですね。結構私にしては奮発して思い切ったいい宿に泊まってみました。ちょうど私が泊まっている2月下旬くらいから楽天トラベルで山彦旅館さん一人旅プランっていうのが出たんで、せっかくだからそれを予約してみました。そして山彦旅館さんはテレビが超多機能、 YouTube や ABEMA だけでなく、なんと Hulu も見られるんですね。なんか他にもいろいろあるんですけど、注目すべきはこちらですね。貸切風呂利用状況。これ大手のチェーンホテルとかだとよくあるんですけど、ここ6つの貸切風呂があって、その状況を都度見れます。今はまだ3時ということもあって貸切風呂全部空いてます。ちょっと行ってみますか、明るいうちに。 BGM もなんかこういう耳に優しいの選べますし、言語も英語、中国語、韓国語と充実しています。なんて書いてあるんだ。ちょっと水回りも見てみますか。絶対綺麗だと思いますけどね。これが洗面台。でもやっぱ雰囲気のある蛇口だ。あんまシティホテル感がない。そしてここの空間もいいな。結構なんかその旅行行っていろいろ化粧水とか何やら置くと散らかるじゃないですか。でもその問題ないぐらいの広さ。そしてトイレも当然綺麗。美しい白だ。窓からの景色はどうでしょうか。田の原川が目の前を流れています。もう空いてるうちに貸し切り風呂行っちゃおうと思ったんですけど、少しだけやることがあったので先にお茶とお菓子ですね。黒川温泉きなこゴーフレットっていうの、なんだそれは。ちょっと休憩してから行きます。黒川温泉黒豆きなこゴーフレットはこのパリパリのせんべいみたいな感じでした。でなんとこうですね、黒川温泉の入浴手形があしらわれています。せんべいというよりかはモナカとかウェハースに近いお菓子なんですね。30分ほど休憩と仕事を少々こなしておりましたら、お風呂2つ埋まってしまいました。でも全然焦る必要はありません。なんて言ったってまだ4つありますし、しかもこちらのお風呂は24時間営業ですので、夜でも朝でもいくらでも入るチャンスはあります。さらに6種の貸し切り風呂以外にも普通に大浴場もあります。これは全部24時間です。さっき見た1000人風呂、あれは私が新名館さんでお風呂入ったみたいに外来のお客様入れるんですけど、ここの建物内のお風呂は全部宿泊者限定です。なのでのんびり浸かれます。とりあえずさっきチェックインを担当してくださったスタッフさんのおすすめくり抜き湯っていうのが空いてると思いますので行ってみますか。こちらです。貸し切り風呂は予約制とかではないので、来て空いてればそのまま入って使うことができます。テレビで確認してですね。で内鍵をしっかり閉めるのを忘れずに。どんなもんかな。いいじゃないですか。ここが一番リラックスできる場所だと宿の方はおっしゃっていました。各貸し切り風呂にはシャンプーやボディーソープがあります。逆に大浴場と確か1000人風呂にはないので、こういうところで体を洗いましょう。いいですね。気持ちいい。いいですね。なんか手頃な温度というか暑すぎないので、確かにこれは長湯しすぎるのも迷惑かもしれないですけど、ある程度ゆっくりできるような
心地よい温度です。貸し切り風呂が6つもあると、もう実質個室に1人1個風呂があるみたいな、それと変わんないですよね。続いては寝る湯で寝湯です。こちらは水深が浅いのでだらっと横になってリラックスできそうです。こちら男性の大浴場です。今ちょうど人がいないので急いでカメラ回してるんですけど、やっぱ皆さん貸し切り風呂行ってるのかな。逆に貸し切り風呂は結構いっぱいなので、私ちょっとお部屋で待機してるんですけど、今大浴場をふと見てみたら空いてたんで、あ、そうなんだ。多分泉質とかは大浴場も貸し切り風呂も変わらないので、それだったら男女のグループとか夫婦とか、お子さん連れとか貸し切り風呂入ってるパターンが多いのかな。であとは基本的に外国人のお客さんがめっちゃ多いので、さっきもなんか中国語が聞こえてきましたし、貸し切り風呂の中から、そういった方にとっては大浴場よりも貸し切りの方が都合がいいのかもしれませんね。すみません、先ほどシャワーとシャンプーなどが貸し切り風呂にしかないと言ったと思うんですけど、大浴場にもありました。外の千人風呂にだけないって感じです。こちら湯上がりの休憩所です。マッサージチェアと椅子がたくさんあってのんびりできそうです。あと水とお湯をいつでも飲めます。であとこれなんですけど、1978年、これ多分男はつらいよでここロケに使ったんじゃないでしょうか。山田洋次監督と渥美清さん、あともう一人読めないんですけどサインが書いてあります。多分なんかプライベートで泊まりに来たって感じじゃないですもんね。仕事風景みたいな写真が飾ってあります。よし、ようやく立ち湯が空いたので急いで入りに来ました。先ほどの寝湯と対照的にこちらの立ち湯は、一見普通の露天風呂って感じなんですけど、ちょっと映像じゃ分かりづらいかな。めちゃくちゃ深いんですよ。深さが150センチあるって言ってたかな。お子さんとか女性だったら結構埋まっちゃうみたいなおっしゃっていました、スタッフの方が。でしかもこの鉄の棒があるじゃないですか。これで深い水に体を入れて懸垂みたいなことができるそうです。じゃあちょっと水深150センチのお風呂入ってみます。思ってたよりめちゃくちゃ深いです。空気清浄機の給水をしてるんですけど、もしかしてこのためにここ深いのか。こんなに。6時になったので夕飯を食べに行きます。こういう調度品っていうんですかね、いろいろ建物の中にも人形とか絵とか可愛いのがたくさんあります。お食事会場はこちらの楓というところですね。夜ご飯と朝ご飯はお食事処でいただくんですけど、なんと個室になっています。そしてこちらがお夕食です。地元の食材をふんだんに盛り込んだと書いてあったんですけど、美味しそうなお刺身、そして刺身は刺身でも馬刺し、私馬刺し好きなんですよね。熊本名物。あとはザ日本食みたいなこういうのがあって、そして鍋がなんと豆乳鍋です。私家でも鍋かなりやるんですけど、豆乳鍋ってめったに食べないので新鮮ですね。ヘルシーそう。あとこれがお吸い物。うわ美味しそう。じゃあ早速乾杯していきますか。これの前に乾杯用の食前酒みたいなのがあるんですね。梅酒だそうです。これからいただきます。じゃあ早速お刺身からいただきますか。魚プルプル。そして九州といえばこの甘い醤油、これが個人的に好きなので最高です。お刺身は醤油だけじゃなくてこの塩でいただいても美味しいとおっしゃっていたので、今度この塩を使ってみます。塩って言ってもよくある食塩と違くて、なんか片栗粉みたいな、握るとギュッギュッっていうような、めちゃくちゃ粉っぽいです。じゃあお刺身を塩でいただいてみます。もっとつけた方が良かったかも。いけ。よし。
馬刺し用の醤油につけていただきます。おお、美味しい。熊本で馬刺し食べるの初めてだな。馬刺しって居酒屋とかたまにあってすんごい薄いのが多いと思うんですけど、しっかり肉厚でめちゃくちゃうまみを感じます。なんかたまに無性にカルピス飲みたくなる時ありませんか？それが私は今日でした。久しぶりに飲むと美味しい。お料理追加できて、こちらヤマメの塩焼きです。かぶりついてもいいとのことですので、お言葉に甘えていっちゃいます。熱々。一番最後に取っておいたマグロのトロであろうお刺身、じっくり味わえます。美味しい。どこで取れたマグロなんだろう。熊本の海かな。いい感じに煮立ってきた豆乳鍋オープン。熱々ですね。これなんだろう、団子みたいな感じかな。秋田のだまっこに似てますね。でっかい鶏肉。豆乳鍋って今まであまり縁がなかったけど美味しい。いけますね。散々温泉使って温まったんですけど、やっぱ体の芯から温まってるって感じがします。こちら爆蒸しという麦が入った茶碗蒸しのような蒸し物です。そして来ました、熊本のブランド牛あじさい牛ということで、これを鉄板に火をつけて焼いていきます。お米がこちら小国米と書いてあるので、おそらくこの近くで採れたお米だと思います。黒川温泉があるのは南小国町。爆蒸し混ぜたら本当に麦がたくさん入ってました。よし、じゃああじさい牛焼いていきます。まだ赤い部分結構残ってますけど、このままいきます。特製のタレをつけて半分ぐらいいくか。まずもったいないからちょっと上半分かじります。柔らかい。お刺身みたい焼いたのに、いや2枚しかないのが非常に名残惜しいですが、噛み締めていきます。爆蒸しも美味しい。すみません、カメラのバッテリーが切れたのでスマホで撮影します。最後デザートですね。こちらがチーズケーキなんですけど、小国産の辛芋といって九州のこの辺りで採れるさつまいもの一種なんですけど、それを使ったチーズケーキだそうです。あとはフルーツ。もう今夜8時ぐらいです。先ほどお部屋から川が見えたじゃないですか。なんと湯あかりも見えちゃうんですよ。これがこの時期の黒川温泉の名物、湯あかり。ちなみに売店は朝8時から夜9時まで営業していて、お土産とかのほかアルコールもここで買えます。それでは温泉街に繰り出します。多分さっきの洞窟風呂の新名館の方が町の中心部だと思うんですけど、結構真っ暗ですね、この辺は。さっきも言ったと思うんですけど、まさに日本の田舎って感じがします。5分ほど歩いてやってきました。多分この辺りが湯あかりの中心、一番写真が綺麗に撮れるスポットなんじゃないかと思います。
黒川温泉の湯あかりですが、私は正直インスタグラムとか YouTube のサムネイルとかを見て、これどうせ色味加工して、専門用語になるんですけど、カメラのシャッタースピードをめちゃくちゃ遅くすると光をバッて取り込むので、実際に目で見えてる以上に金色のふわん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 ってめちゃくちゃ綺麗に写真が撮れる技術があるんですよ。どうせそれだろうなと思ってたんですが、確かに私の人のこと言えないですけど YouTube のサムネイルとかで見るめちゃくちゃ綺麗な写真ほどではないにせよ、想像していたよりもずっと美しいです。いや、これは確かに10分ぐらい外にいると寒くなってきたんですけど、それも忘れさせるぐらいの美しい景色。もう今もお客さんたくさんいて、なかなか写真を撮るチャンスがないぐらいなんですけど、いや、こんなに黒川温泉が人気観光地になったのは温泉とか建物の作りも大きいですけど、やっぱり今の時代こういう映えスポットみたいなのって大事なんですね。海外からのお客さんも大喜びしています。黒川温泉の営業努力の賜物です。こちらから川沿いに降りれるのでちょっと行ってみます。よいしょ。暗いから気をつけないと。おお、さすがに30分もいると手がかじかんできましたね。さっき一瞬雨も降りましたし、結局サムネイルのために写真を頑張って撮ってたんですよ。カメラやってる方だったら分かると思うんですけど、カメラの重さとかで若干手がぶらつくので、厳密にはスマホとかで撮影、ナイトモードとかイメージすれば分かると思うんですけど、あんな感じで難しいんですよ。手がどうしてもブレちゃって写真がもうブレブレみたいな。だから私もそれでなんとか橋桁にカメラ置いてなんとか撮ったんですけど、結構難しくてですね。でかといってあんだけ人いる中で三脚を立てるのもちょっとどうだなと思ったので、ちょっとシャッタースピード2秒いけるか、いや無理だ、じゃあ 1.5 秒みたいな感じでなんとか悪戦苦闘して、そうしてると結局4、50分経ってしまいましたと。どうですかこのサムネ今回の。そういえばせっかくお部屋から湯あかり見えるんだから、ここで頑張って撮ってみますか。ちなみに今1箇所だけ照明つけたんですけど、部屋の明かりを全て落としてこんな感じで頑張って撮影してます。これなんか結構うまく撮れたんじゃないですか。シャッタースピード15秒だからガンガンに光取り込んでます。でもやっぱりうまくは撮れてるけど、さっきの人が集まってたエリアの方が写真映えはするかな。難しい。もう今9時半なんですが、10時まででしたら外来のお客さんを受け入れている千人風呂で、その千人風呂って大と小があるんですよ。で男女入れ替え制で、今日の夜10時まであと30分は小が男性なんですね。で明日の朝6時から大きいお風呂が男性になるんですけど、どうせやったら小もちょっと行っとくかということで入り行きました。千人風呂、小さい方とはいえかなり大きな露天風呂で、とても気持ちが良かったです。またポカポカしてきました。なのでそのままベッドにダイブ。ところでこれ夕飯の後に鶴を置いておいてくれました。今10時26分です。そろそろ寝ようと思うのですが、湯明かり消えました。多分10時で消えるんでしょうね。今日中に行けてない貸し切り風呂が3つあるのと、明日朝一で千人風呂大きい方行きたいので早く寝ます。おやすみなさい。おはようございます。6時に起きようと思ったんですけど、私の意志が弱く、なんだかんだ7時になってしまいました。申し訳ございません。貸し切り風呂がですね、私が起きてすぐの頃は全部空室だったんですけど、今岩風呂だけ埋まっちゃいましたね。これもまだ他は空いています。早起きした甲斐があります。川の音で分かりづらいんですけど、なんか外ちょっと雨降ってるっぽいんですよね。で千人風呂が露天風呂だから、どうしようかな。今行っても寒いし、一旦貸し切り風呂の空いてるところでちょっと体を温めます。やっぱりもう今は雨降ってなさそうですね。なので先に空いてそうな千人風呂に行きます。
岩風呂の方まだ入ってますね。じゃあ隣のヒノキ風呂行っときますか。こちらは大小2つの浴槽があるので、それで親子ヒノキ風呂というのですね。いやー、極楽極楽。ちょっとお腹が空いてのぼせやすくなったかな。あと30分ぐらいで朝ごはんですので、それも楽しみにしたいと思います。ちょっともう朝ごはん行かないといけないんですけど、岩風呂が空いていたので動画だけ撮らせてもらいます。こんな感じで半露天風呂、気持ちよさそう。朝ごはん食べて、もし空いてたら来たいですね。また奥にはバッチリ川も見えています。8時になりましたので朝ごはんです。いや、美味しそうですね。朝から栄養満点って感じです。もう旅館とか泊まると朝魚が出ることが多いんですけど、これはありがたいですね。なかなか家じゃ朝から魚食べられないですもん。こちらはもう火が消えているのでいつでも食べられると言っていました。蒸し物ごまだれでいただきます。じゃあ最初はですね、こちら熊本のジャージー牛乳、美味しそう。いただきます。非常に口当たり滑らかで高級感のある牛乳です。じゃあまずはサラダからいきましょうかね。これは生ハムか。しかも卵まであった。タンパク質も取れていいな。ちょっと明らかに醤油をかけすぎてしまった。蒸し野菜ヘルシーでいいな。ブロッコリーからいきます。毎日こういった朝食を食べる、そういう人生を送りたいなと思っています。人参みたいに硬い野菜もしっかり中まで、火が通るっていうか、ふやけていて美味しい。やっぱりコロナがあってからかな、こういう個室タイプの食事会場がなんか増えてるような気がします。この前泊まった別の東北の旅館でもこういう個室、お部屋ごとに個室で食べるスタイルで、お客さんとしては嬉しいですけどね。実質部屋食みたいなもんですから。ただ個室だと中の様子が見えないから、スタッフさんはその点大変だと思いますけど。ごちそうさまでした。朝からお腹いっぱいです。すごい、最初たまにある映像のやつかと思ったんですけど、本物の薪ストーブだ。大正天皇の孫にあたる高円宮徳仁親王さんという方も以前山彦旅館さんに泊まられたことがあるそうで、この方は日本ホッケー協会の名誉総裁みたいなのもやられていて、そのためホッケーのスティックとか、あとはたくさん写真も飾られています。それではもう10時前ですので、ぼちぼちチェックアウトしたいと思います。私にはもったいない、非常に素晴らしいお部屋、素晴らしい旅館でした。また来たいですね。はい、ということで黒川温泉山彦旅館さんに一泊してきました。冬の黒川温泉の風物詩、湯あかりも見れたし、素晴らしい温泉にも疲れて大満足。ご飯も美味しかったです。ぜひまた来たいところだなと感じました。福岡、熊本からのアクセスもいいですし、自動車もなんかそんなに悪路を通ってくるような感じでもないので、
ぜひレンタカーとかでもお越しになってみてください。帰りは九州横断バスで熊本駅へ抜けます。はい、ご予約のお客様からお願いいたします。ご予約のお客様。黒川温泉を出発して約50分、阿蘇駅で7分ほど休憩がありました。昨日の博多からのバスは車内にトイレがあったんですけど、今回の九州横断バストイレがないので助かりました。床下トランクで荷物をお持ちのお客様、お客様にして手に持ち取っていただいたと思いません。その際取り間違いないようにお願いします。ということで3時間弱バスに乗って熊本駅着きました。改めて今回の動画ここで終わります。黒川温泉最高にいいところでした。では失礼します。ご視聴ありがとうございました。